今回の DIY はレンガをただ置いただけのこの場所をモルタルでしっかりと固めていこうと思います。少し土を掘ってレンガを埋めたのですが、歩くとグラグラするし、モグラが出るとすぐにボコボコになってしまいます。どうにかしたいと思いつつ、長い間ずっとやる気が出なかったのですが、ようやく重い腰を上げて行動を起こす時が来ました。どうせなら作るだけではなくて、同時に2つの実験をしていこうと思います。割れてしまったレンガを使っているので切り口がギザギザしています。なのでまずはタガネを使って切り口をきれいにしていきます。タガネでレンガを割る際は衝撃を吸収する土の上ではなくて、コンクリートなどの硬い場所で作業した方が失敗が少なくきれいに割れると以前コメントで教えてもらいました。そのおかげもあって少しは綺麗に割れるようになったのですが、まだまだ失敗することも多くて、一度に強く叩く方がいいのか、優しく何度もコンコン叩いた方がいいのかなど、手探り状態で作業しています。失敗して小さく割れてしまったレンガは何かの DIY で再利用しようと思います。シャベルを使って地面を掘っていきます。下地に砂利は使わずにモルタルを5センチぐらい敷く予定です。本当は砂利を敷いて転圧した方が頑丈な下地になりますが、この場所はある程度踏み固められているし、人も頻繁には通らないので、まあ大丈夫だろうという私の経験に基づく感覚で省略しています。砂利を使わない代わりと言ったらなんですが、掘る作業を丁寧に行うことを心がけていて、固まっている土を雑に掘ると崩れてしまうので、小型のシャベルで削るように掘ることで硬い地面をそのまま活かせるようにしています。必要以上に掘りすぎないことは使うモルタルの量の節約にもなります。お庭の DIY をしていると何度も頭を悩ませるのがこの掘り起こした土の処分です。そして誰もが一度は疑問に思うのが、土でモルタルは作れないのということです。その長年の疑問にこの DIY で答えを出したいと思います。これが動画の冒頭で話した2つの実験のうちの1つになります。2つ目の実験については次の動画で発表しようと思います。深さは十分にあるか掘りすぎていないか確認をしながら地面を踏み固めていきます。土の中にある植物の根っこや枝などを取り除いていきます。土壌有機物はいずれ分解されてしまうので、モルタルの強度が低くなる原因になります。そう考えると栄養が少ない土を使う方が無難で、ふかふかした土や培養土などは土壌有機物が多いので、モルタルの材料にはならないと思います。土が硬いからか寒さのせいなのか、ミミズなどの虫はいませんでした。見える範囲で取り除いたら
土を水洗いしていきます。水をかける前には見えなかった根っこがたくさん出てきました。水をかけて混ぜることで土の中の種や小さな虫などを浮かせる作戦です。ある程度混ぜたら上澄みを流していきます。結構な量の根っこが出てきました。周りが泥だらけになるので場所を変えます。水洗いは合計で3回ぐらいするつもりです。粒子の細かい土が泥水として流れ出ちゃうので、土の量がかなり減ってしまいました。なので本当は泥水の土が沈むまで半日か1日ぐらい時間を置いた方が良さそうですが、今回は面倒なので省略します。掘り起こした土の9割を使ったのですが、すべて使ったとしても全然量が足りなかったです。実験的には砂は使わずに土とセメントだけでモルタルを作りたかったのですが、この土の量だとモルタルが少ししか作れないので砂を足したいと思います。土と同じぐらいの量の砂を入れました。砂3袋とセメント1袋の割合でモルタルを作りたいので、土が 0.5 袋、砂が 0.5 袋だとして、セメントの量は3分の1袋の配分にしました。混ぜてしまうと土っぽさは全然なくて、見た感じはいつものモルタルと変わりません。レンガを敷く前にレンガについた汚れを洗っておきます。そもそもレンガを敷くこの場所の支点と終点の高さが違うので、水平器は使わずに感覚でレンガを並べていきます。一旦ざっと並べてから後から微調整をします。モルタルの色がもっと茶色っぽくなると思いましたが、いつもとほぼ変わらないモルタルの色です。粒子が細かい材料でモルタルを作ると滑らかになる反面、強度は低くなります。庭の土の多くは砂よりも粒子が細かいので、強度的にも土と砂を混ぜたことが良かったんだと思います。お庭の DIY をするたびに処分に困る残土ですが、今までは庭の一部に薄く撒いたり、培養土と混ぜて花壇の土にしたり、米ぬかや生ゴミを混ぜて栄養のある土を作ったりして、なんとか再利用してきました。ですが最近になってそれらの方法では処分が追いつかなくなりました。大前提として残土の処分に困らないなら砂とセメントでモルタルを作る方がいいのですが、多少面倒で多少強度が低くなっても掘り起こした土でモルタルが作れるなら、残土が出ないということは私にとってものすごく大きいメリットです。面倒とは言っても残土を再利用する手間を考えたらプラマイゼロな気がします。1日経ってモルタルが固まりました。庭の土質や配合によっても変わりますが、想像していたよりも普段のモルタルに近くて、仕上がりや強度も問題ないように見えます。もう少し時間が経ってみないとはっきりとしたことは分かりませんが、今回の実験を簡単にまとめると、
庭の土 0.5 袋、砂 0.5 袋、セメント3分の1袋の配合でモルタルを作った場合、見た目の変化や強度に大きな違いはありませんでした。私がこの実験で感じたことは、想像していたよりも土の中に根っこがあるということと、土を水洗いする際に1日ぐらい土を水に浸して泥水の土を沈めてから水を流した方が土の量を減らすことなく有効利用できたかもしれません。目地仕上げの様子は次回の動画になりますが、その際に家にあるものを使って目地がきれいに仕上げられないか試してみようと思います。最後までこの動画を見てくださりありがとうございます。